こんにちは。英語を学ぶ音楽の先生、ローズマリーです。いや、皆さん見ましたか？東京ドームのコンサート、すごかったですよね。いや、まさかね、見せてもらえるとは。リアルタイムで。本当にありがとうございます。その中でね、歌っていた Million Places っていう曲が、ファンへの愛を歌った曲なんですよね。メンバーの皆さんもコンサートの中でも涙を流すのをこらえながら話してたんだけど、よく考えてみたらですよ。一番多感な時期をすべてトレーニングに費やして、デビューはいつなんだろうっていうところで待ちながら、長い間訓練してきたんですよね。ファンの方々に喜んでいただく。そして、みんなでつながる。そして自分の才能を惜しみなく発揮する。純粋に打ち込んできたと思うんですよ。三輪明宏さんが、花はただ人を喜ばせたいっていう自分の欲じゃなくてっていうところで無償の愛なんだって。だから美しい。XG も花なんじゃないかなって思います。みんなを喜ばせるためにそこに存在している花。本当に美しいですよね。そして東京ドームではその夢が叶った思いがわーっと心の中から溢れてきたんだよね。こんなね、ひたむきで清らかな歌ってあんまりないんじゃないかなって思いました。そしてファンだけじゃなくて東京ドームの語りの中でもスタッフの皆さんとかサイモンさんへの感謝をちゃんと述べてましたよね。その姿にみんなまた癒されるっていうね。XG とアルファズと XG に関わるみんなのすごく素晴らしい好循環が生まれていて、これは本当にね、ファンになる人多いんじゃないかな。こんな時代だしね、自分だけがいい、自分だけが得したいっていうものちょっと疲れちゃうじゃないですか。みんなで一緒にっていう素敵だなぁと思うね。またこの Million Places が特にすごく感じたんだけど、このグループってね、誰か一人が目立つ。誰か一人が悪が強いみたいなことがないんだよね。7人すべての声が調和するグループ。みんなそれぞれがバランスを考えて、大きな声をバッと出さないようにしてるよね。それよりも綺麗な声、優しくて透明感のある声を出そうとしてるよね。私はね、前、ケルティックウーマンっていうグループがすごい好きで、今も好きだけど、メンバーが私が聞いてた頃と違っちゃってるんだけど、You Raise Me Up だったらみんな知ってるかな？ You Raise Me Up ってやつね。あのグループがね、XG と似てるなと思います。声の出し方？お互いに邪魔し合わないように。でも、ちゃんとしっかり主張できる歌い方？グループで歌うっていうことをすごくよく考えたグループだと思うんだよね。XG は。で、そんな中で、この曲がね、今までの中で一番、おーっと、これ今までなかったなっていうのが、7人で歌ったじゃないですか。あそこめっちゃいいよね。Just like the memories, yeah. They stay with me, yeah. They never leave, yeah. ってところ。これはね、やばい。鳥肌が立ちますよね。リバーブがめっちゃバッチリかかってて、こんなに力強いことってあるっていう響きだったね。これが自分が Million Places を聞いて思ったことなんだけど、実はですね、分析してみました。というわけで、ここからはね、ロジックプロを使って話していきたいと思います。そしてね、これをね、サイモンさん、この分析合ってますか？っていうね、タイトルサムネに書いたんだけど、ほんと聞いてみたい。これで合ってるってね。結構ね、他では聞けない話だと思うんで、よかったら最後まで聞いててください。はい、じゃあ分析を始めていきたいと思います。まずね、この曲聴いた時にパッと頭に浮かんだのが TLC の Waterfalls ですよ。なんでだろうと思ってね。なんかこれ聞いたことあるこういう感じ。90年代にあった気がする。ってね。そしたらですね、ちょっとテンポをね、測ってみたらですね、なんと Million Places も Waterfalls も86だった。多分そうだと思うんだよね。とにかくね、懐かしいよ。XG 聞いててよく思うけど。あった、こういうのって。90年代のあのメロディーが綺麗で、ハーモニーも美しくて、エモーショナルで、みたいな、あの年代ですよ。あの頃の R&B めちゃめちゃ聞きましたよね。皆さん、どうですか？なので、ジュリアがね、インタビュー動画の中で、TLC つってね、熱く語ってたんで、XG の皆さんもね、すごく聞いてると思うんですよ。
FLOW っていうイギリスのグループがいて、それを XG がカバーしたって聞いたんだけど、その人たちも90年代の音楽よく聞いてたと。例えば TLC とか Destiny's Child とかね。結構ね、時代が進んじゃうとね、そっから先また戻ろうとする動きがあったりするよね。いや、あの頃の音楽良くないみたいな。だからちょっと前80年代の音楽すっごい新鮮だったじゃん。まあ今もそうかもわかんないけど。で、その次にやっぱり時代は巡りで80年代やったんで、次は90年代っていう感じなのかな。ちょっと私音楽の動きちょっとわかんないんですけど。いや、聞いてる方としてはありがたいですよね。ああ、いいなって。すっごい気分いいんですよね。Million Places 歌ってみたんですよ。もうめちゃくちゃ気持ちいいですよ、歌ってても。うん。こういう曲ね、これから増えてきたらいいよなって。ラップすっごい大好きなんだけど、メロディーがすごいキャッチーで、歌ってて胸が熱くなるようなやつっていいよね。だから大歓迎ですね。もう一回90年代の音楽もね、こう混ぜていけばさ、いいじゃん。古いやつをもう一回やるって、クラシックだったらね、もう演奏会やるとさ、今日はベートーベンのコンサートみたいな普通にあるんだから、まあ音楽、今のね、メインストリームの方でもクラシックの方をちょっと取り入れた曲どんどんやっていくっていうのは、もうそうなるよね、流れとしてね。ありだと思いますね。二つ目。いやー、これね、気づいた時ね、もう絶対これ YouTube で話したいと思ったんですよね。これ、やばいってね。だから、サイモンさんに聞いてみたいんですよ。合ってますか？私の分析、つって。この Million Places の一番最初の歌詞で、I just touched down on 8 town I spent っていうので始まるじゃないですか。この 8 town っていうのがアトランタらしいんですね。それでですよ。いや、ドラムこれ気になる。ウォーターフォーズとめっちゃ似てるけどなんか違うと思ってね。で、まあ、ロジックプロでさ、再現しようと思ったの。そしたらさ、この音だっていうのが見つかったんだよね。この音。スネアなんだけど、スネアの音だけだとちょっと寂しいんで、ベースも入れたんだけど、こんな感じ。こんな感じなんだけど、このカンっていうスネアの音がですよ。あ、これじゃーんと思ってさ、見たらさ、アトランタって書いてあるの。アトランタって書いてある。いや、これさ、エレクトリックドラムキットっていうのがロジックプロにあるんだけど、その中のアトランタなんだよね。そんなことってあると思って。だからこれアトランタって特別な思いがあるってなんかね、感じするじゃん。一番最初から始まってんだから。うん。一番最初の歌詞に出てくるんだから。で、ちょっとアトランタの音にしようぜみたいな話、サイモンさんしてたんじゃないかなと思って。どう思いますこれ。アトランタのスネアじゃないの？はい。そこがね、私聞いてみたいんですね。でも聞いてみたいと思っても本人に聞けないんで、サムネに書いといた。合ってますかって言ってね。もう一個歌詞のところで、おっと思ったところがあって、woke up って出てくるじゃん。woke up in New York City っていうところ。これさ、いや、サイモンさんの前ね、ライブ、インスタのライブかな。その時にやばい曲出るってすごく興奮してたんだよね。でさ、私ティピトーズの頃から聞いてて、でもさ、ウォークアップの時にガンって変わったと思いません？いや、あの時にね、やばい、ガチでやばい、これやばいやばいっていうね。やばすぎるなんでかっていうと、普通さ、真似して歌ってみたらさ、いや、この人ほんとすごいなっていうのはあるんだけど、こんなに難しくて面白い曲あるかと思って。だから思わず動画いっぱい作っちゃったじゃんね。XC にとってウォークアップって曲って海外の人にもわっていきなり広がってったような感じが私にはしてるの。まあその前にココナのラップがバズったとかなんかそういう話は聞いたけど、リアクション動画の数がめちゃめちゃ増えたわけ。ウォークアップを機に。で、未だに出してる人いるからね。で、私の動画もウォークアップ未だに見てもらってるから、もう本当にあの曲すごいと思ってる。だから、このファンへの愛の歌の中にウォークアップって入れたいよね。確かにね。じゃあね、最後にね、歌い方の解説をちょっとだけして終わろうと思う。Looking for you everywhere we go, reaching your hands, waving on the road, all around the world, all around the globe. We love it in a million ways, in a million places. この中でさ、all around the world, all around the globe ってところがすごい難しかった。どうです？歌いにくくない？でさ、
って思ってよーく聞いてみたら、all around the world って D がリンキングでさ、all around the world, all around the globe D で頭にアクセントっていうか切れ目を作ってたんだよね。だから all around the world, all around the globe なんだけど all around the world, all around the globe っていう感じに拍を取りやすくリンキングしてんだなーって思った。というわけでいろいろ語ってみましたが、皆さんはどう思いましたか？何でもいいんで、よかったらコメント欄の方に書いてみてください。最後まで聞いてくださった方ありがとうございました。またね。